おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はメートルドテールバターを紹介します。よくフィレステーキの上に乗っている香草入りのバターです。それでは一緒に作っていきましょう。よく洗ってから水気を切ったパセリの軸を取って葉っぱだけにします。それをアッシェにしていきます。この時よく切れる包丁を使って細かくアッシェにしていきます。みじん切りです。このように最後小さく細かく切る時も包丁を前後に動かしながら繊維を潰さないようにみじん切りにしていきます。よく切れる包丁を使うとこのように叩いた後でもまな板に緑色の汁が出ることがありません。やはり繊維を潰さずに切るような感じでよく切れる包丁を使ってみじん切りにしてください。今回はドゥミセルのバターをポマード状にしています。もちろん普通のバター、塩の入ってないバターに軽く塩を入れて調節してもらっても構いません。今回はドゥミセルのバターに先ほど切ったパセリ、あと胡椒を入れてよく混ぜます。ポマード状のバターを作るには冷蔵庫からバターを前もって出しておいて、あと笛でよく混ぜてやればポマード状になります。電子レンジを使うのであれば解凍モードにして溶けないように気をつけながらポマード状にしてください。最後にレモン汁を入れてメートルドテールバターの完成になります。エスコフィエではこの後マスタードディジョンを入れても美味しいと書いてましたので、今回はこの後マスタードディジョンを入れてメートルドテールバターの完成になります。本来仕込む時結構大量に作ります。ですのでこのようにラップにくるんで冷凍保存して置いておきます。この時自分が使いやすいサイズ、大きさに合わせて筒状にして冷凍しておくと便利です。これであとは冷蔵保存しておきます。もちろん冷凍保存もできます。使いたい時はある程度冷凍から出して切りやすい硬さになってから切って使ってください。結構メートルドテールバターの提供のされ方は輪切りにした状態でサービスされていますけども、今回は違った形で紹介します。出来たてのメートルドテールバター柔らかいのでこのようにクネルという形で今回は紹介したいと思います。このクネルのテクニックですけども、アイスクリーム、ソルベ、あとババロアなどをクネルするときに使います。まずここで重要なのはまずバターが柔らかいということです。そこに少し温めたスプーンを押し込んで、形ができたらひっくり返しながらスプーンを下に入れてこのようにくり抜きます。このクネルというテクニックですけども、フランス料理ではよく使いますのでぜひ練習して身につけてください。このように綺麗な形に出来上がっています。今回メートルドテールバターの味を試すためにシンプルに牛フィレ肉のステーキを用意します。掃除してフィッシェルをかけた牛フィレ肉、両面きっちりと汗染め下味をつけていきます。また牛フィレの掃除の仕方、フィッシェルの仕方は動画がありますのでそちらを参考にしてください。両面きっちり汗染めができたら側面も汗染めしていきます。温めたフライパンにまずオイルを入れます。今回はオリーブオイルを使いましたけども、好みのオイルを使ってください。最初からバターを入れてしまうと乳醤が焦げてしまいます。ですので最初はオイルでステーキを焼き出して最後仕上げにバターを使った方が私はいいと思います。まずステーキの側面から焼いていきます。このように全体側面をゆっくりと焼いていきます。
一通り一周側面が焼き終わったら表の面を焼きます。ここで焼いている最中、うまみを添加するために牛脂と潰したニンニクを足します。この牛脂は以前掃除した時に冷凍保存して置いておいたものです。潰したニンニクと入れて一緒にうまみを移していきます。今回は後でメートルドテールバターを上に置きますので、仕上げはバターを使わずにこのまま牛脂、あと牛から出た油だけで仕上げていきたいと思います。きっちり両面焼いて、ニンニクなどを焦がさないようにこまめに動かしながら、あとは出てきた油をアロゼ肉の上にかけながら牛フィレ肉のステーキを焼いていきます。美味しいステーキの焼き方ですけども、今回フィレ肉結構分厚いですけども、周りをきっちり焼き固めてうまみをキャラメリゼさせます。そうして中はしっとりと揚げていきます。この時上の部分、フライパンに当たってない部分はアロゼなどをしてじんわりと温度を上げていきます。お肉を焼く前にはもちろん冷蔵庫から出して常温に戻しておくのがポイントの一つにもなります。あと個人的に焼き加減は私はセニャンが好きです。このように美味しそうに焼き上がったので、ここで肉を休ませます。この時ですけども、プラックバットの上に網の引いたところに肉を置いて、肉から出てくる汁が肉につかないようにこのように網の上に置いてゆっくり休ませます。基本的にフライパンで焼いてた時間分だけゆっくりとロポゼ休ますと非常にジューシーなステーキになります。それでは盛り付けます。温かいお皿に先ほど休ましていた牛フィレ肉、その上にきれいにくねぬしたメートルドテールバターを置きます。今回ガルニチュールはキャロットビッシュを添えています。またこの動画他にありますので、そちらを参考にしてください。このクネルというテクニックですけども、スプーンのサイズを変えれば大きさも変わります。結構頻繁に使うテクニックなので、ぜひ練習してできるようになってください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。